どうした頭いかれたんかって思わない？これ戦争嫌いのトランプがいきなりイラン攻撃だよ。普通に見たら意味わからん。でもこれ表向きだけで判断すると普通にミスる。でそのミスかなりでかいと思う。戦争嫌いのトランプがなぜ動いた？まずは皆さんご存知のアメリカ情報機関によるとってやつ。イランは高濃縮ウランを大量保有。あと数週間数ヶ月で核兵器が作れる状態だった。公式理由は核完成前に叩くしかないって言ってた。はいはいまたそれねって思った人多いでしょ。ここからは日本の大手メディアではまず報じられない一つの有力な分析をお話しします。でここが違和感ポイント。この人戦争嫌いのイメージで実績もあるよね。例えばこういうの。アブラハム合意で中東和平実現。これ要はトランプが仲介した歴史的な和解のこと。長年口も聞かなかったお隣さん同士のイスラエルとアラブ諸国を共通の利益で握手させたっていう。それからシリア空爆は限定的。これは相手を全滅させるためではなくて警告として一時的に攻撃しただけ。でアフガン米軍撤退。要するに泥沼化した海外の戦争から自国の兵士をさっさと引き上げさせた。あとパリ協定離脱。これは環境ルールを盾にした他国からの縛りを拒否したっていうことなんだけど、これによって外交的なプレッシャーを与えつつも決して実際の戦争には踏み込まないってやつ。こういう実績を踏まえると突然攻撃なんていうのはやっぱりびっくりするよね。なんか裏があるんじゃないのと思っちゃう。イスラエルを盾にする鬼畜な合理性。とはいえイランも危なっかしい国だよ。正直日本人からすると理解しづらいレベルの強いイデオロギーがある。でもさ、その危なっかしい連中を相手にさ、たった5万人の兵力でエピックフューリー、壮絶な怒りなんて仰々しい名前をぶつけてさ、平然とチェスを楽しんでいるようなトランプ。トランプの方がよっぽど危なっかしい。んでイランがどう危なっかしいかというと、イスラエルを地図から消すっていう発言。イスラエル国民からしたらこんなの脅威じゃん。そしてヒズボラ・ハマス支援歴。武器を与えて訓練までして、これテロ支援ってことだもん。アメリカ死ねえが国税。これが国家の方針だって言うんだからびっくりだね。で、アメリカ、イスラエルは核を持たれたら本気で使うリスクが高いって判断。これ誰も責めれなくない？自分がアメリカ人とかイスラエル人だったらこれはやっぱり核持たせたくないよ。だけど、こんだけ強調するなら完全破壊しろやと突っ込みたくなるっていうのはあるよね。完全破壊しないのかな？日本のマスコミではネタニヤフに押された説っていうのがあるけど、そんな簡単によしよししょうがないな守ったるわってならなくない？ネタニヤフはトランプの怒りを利用して宿敵イランを壊滅させたい。トランプを動かしているつもり。トランプはネタニヤフの執念を利用してアメリカの手を汚さずに中東のパワーバランスを再編したい。ネタニヤフを使っているつもり。お互い政治の小芝居を打ってる可能性あるよね。実際トランプはアメリカの若者を歩兵として歩かせるつもりなんてさらさらないんです。地面の上で泥にまみれて戦うのはイスラエル。アメリカは空の上、あるいは海の底から AI とドローンを使って一方的に叩く。お前らのために攻撃してやる。でも血を流すのはお前らイスラエルだぞ。これトランプ流の負担増圧力ですよ。だからネタニヤフにプッシュされてるなんてとんでもない。むしろネタニヤフを最前線に立たせて自分は一番美味しいところだけを持っていく。これめちゃくちゃ合理的なんだよね。石油とドルの支配構造をぶち壊す一手。ここからさらに深くなるよ。トランプは以前から金本位制復活とかドルのあり方を語ってきた。金本位制とか聞くと、頭おかしいんじゃねと思うかもだけど、これがトランプの計算の根っこにあるって言われてる。信じがたい話かもしれませんが、世界的な経済学者の間でも議論されている一つの視点です。世界をぶち壊すんじゃなくて、人に還元するっていう大技。1971年、ニクソンが金本位制をやめて以降、ドルは石油と結びついて世界を支配してきたよね。トランプはこれを戻して世界の一般人を豊かにするっていう、少なくとも本人はそういう方向性を語ってきた。そう考えると今回のイラン作戦って経済戦略の一手として見ると辻褄が合ってくる。イラン、ベネズエラ、ウクライナ、ここは DS の財布であり拠点でした。トランプはそこに強く圧力をかけながら同時に同盟国テストをやってるんです。ベネズエラはすでにトランプが掌握済みで、今はイランって感じ。何かといえば欧州は、いや私たち攻撃されてないから何もやりませんけどって反応してんじゃん。でも過去50年欧州はイランに何度もテロを起こされてきたんだよ。本来ならここで同盟国として動くべきなのに動かないっていう現実。トランプはこの欧州のクソっぷりを白日のもとにさらしてんの。自分たちは平和を他人の財布、要するにアメリカの税金で買おうとするっていう甘えをトランプは許さないわけです。
それを見た世界中の人が気づき始めて、あれ欧州おかしくない？って考え始めるのを待ってるように見える。お前ら本当に同盟国か？この問いかけに欧州はもう答えられない。トランプド S の極み。すがすがしいほどえぐい盤面の掃除。さらに言うと、これは DS グローバリストへの牽制でもある。さっきも出たけど DS っていうのはディープステート、いわゆる国家を裏で操る特権階級や官僚組織のことね。これを陰謀論だとか未だに空想上の悪者だと思っている人がいたら、ちょっと情報が止まっちゃってる証拠かもしれません。もったいない。今はもう実在する巨大な利権システムとして語るのが世界の常識になりつつあります。認識アップデートするともっと面白くなると思いますよ。で、さっき出たけど、テロ攻撃を受け続けてきた割に何もしないっていう欧州。その裏には DS が欧州各国の政治に浸透しているっていう背景が考えられる。トランプのこのやり方、いや鬼畜ですね、この男。でもこれほど理にかなった掃除はありませんよ。欧州がテロに甘かったのは、裏で DS がそれによって甘い汁を吸っていた構造があったとも言われている。トランプはそこをあえて無視して力でねじ伏せた。ホルムズ海峡、あとは自分たちで守れっていうあの言葉は、文句があるならお前らの国のクソったれな役人に言えよっていうことじゃない？そう突き放すことで、世界の通貨システム、ペトロダラ、つまり石油はドルでしか買えないっていう世界の鉄の掟ね。これすら壊して、金融エリートから力を奪い取ろうとしているように見えますね。負担増圧力。同盟国を極限まで追い詰め、古い海を出し切らせる。怖っ。でもここまでやらないと、世界を牛耳る沼の水は抜けないってことなんだろうね。つまり今回のイランオペレーションは核抑止だけではなくて、経済戦略、同盟国テスト、ディープステートのあぶり出し、金本位制復活への布石。もちろんこれらは公式発表には絶対載らない盤面の裏側を読み解くっていう試みですが、これまでのトランプ氏の行動原理を考えると非常に整合性が取れるんです。これらを同時進行で行うチェスの一手。表向きの理由だけじゃ攻撃ってなるけど、裏を見れば納得。怒り立てに見えても計算済み。単純な軍事作戦ではなくて先読みの動きってこと。だからこれ意味わからん行動に見える人と、これ計算してるわって見える人で、評価が真っ二つに割れる。過去振り返るとトランプは北朝鮮との核交渉をしたり、 NATO の負担増圧力とか、さっきも言ったけどパリ協定離脱とか先手を打ってきたでしょ。今回も背景にある戦略を見ればやっぱり辻褄が合う。表向きは核抑止、でも裏には経済、外交、そして同盟国、 DS、 石油操作、全てが絡んでる。トランプの盤面は深いと、ここまで話して、トランプを英雄扱いする動画かよと思う人もいるかもしれません。でも勘違いしないでください。私は彼を正義の味方だなんて言ってません。むしろ逆。自分の目的のためなら、同盟国という看板にあぐらをかいている連中のケツを叩いて盾にして使い倒す。その徹底した鬼畜なまでの合理性がすがすがしいぐらいエグいと言ってるんです。彼が救世主かどうかなんてぶっちゃけどうでもいい。ただこの閉塞感をぶち破るには、これくらい容赦なく古い構造をぶち壊すリアリストじゃないと話にならないんだろうなと感じますね。さあ、ということで今回はトランプがいきなりイランを攻撃したことで感じる違和感を言葉にしてみました。こういう違和感がある時って大体裏に何かあるんだよね。どうでしたか？バカなこと言ってんじゃねえよと思いました。それともそのエグさちょっとわかるわっていう人いるかな。この2つで割れる時点でこの話ちょっと普通じゃないよね。ご意見ご感想お待ちしております。じゃあまた次回に。さよなら。